皆さんこんにちは。ポムさんの飼い主、兄の方赤丸と妹の方芋丸です。3万人記念の質問コーナーの予定でしたが、ありがたいことにチャンネル登録してくださる方がたくさんいて、なんと6万人記念になりました。イエーイ。イエーイ。はい。毎日いいねやコメントをたくさんいただけて本当に嬉しいです。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日のメインの質問コーナーですが、想像以上にたくさんの質問をいただきました。すべての質問にお答えはできませんが、意外な質問も結構あって、すべて楽しく読ませていただきました。今回は私と兄の会話形式で質問コーナーを進めていこうと思います。ポムさんの可愛い寝姿を見ながらお聞きください。それでは早速質問を見ていきましょトゥワイスサナペンさんからの質問です。初見なのですが質問があります。ポムさんは何という種類の猫ちゃんですか？真っ白な毛と大きいお目目がとっても可愛いですね。う。質問ありがとうございます。ポムさんはスコティッシュフォールドの女の子です。最近初見さんもありがたいことに増えてきて、結構、ポムさんの情報とかまだ知らないよっていう方も多いので、ここで軽くポムさんのプロフィールを紹介しようと思います。先ほども言った通り、ポムさんはスコティッシュフォールドの女の子で、先月の3月1日に1歳の誕生日を迎えたばっかりです。毛の長さは長毛と短毛のちょうど中間くらいで、飼い主は勝手に中毛と呼んでいます。あと、毛の色はもう真っ白で、肉球とか鼻の色も全部ピンクです。あとはポムさんの目の色は少し変わっていて、左目の一部がブルーになっています。こういうお目目をダイクロイックアイというみたいで、ちょっと珍しいそうです。ポムさんについてちょっと語り出すと結構長くなっちゃうので、とりあえずこんな感じで終わりにします。はい。工藤リオンさんからの質問です。ポムさんはなんでポムさんという名前なんですか？質問ありがとうございます。確かブログでポムさんのまん丸な目がリンゴみたいだからポムっていう名前にしましたって書いてたと思うんですけど、実際それは後付けの理由で、実は自分は猫を飼うのがもう大学高校ぐらいからの夢で、もし猫を飼うならこういう名前をつけるっていう候補が結構あったんですよ。でポムさんを実際に見て、これはもうポムしかないと思ってつけました。これは完全にインスピレーションです。違う？ポムさんの飼い主としてはやっぱりメインは赤丸さんなので、私は特にこう可愛い感じの名前だったら何でもいいよって言ってたので、ポムさんにしますはいみたいな感じでポムさんになりました。引きこもりさんからの質問です。ポムさんを家族にしようと思ったきっかけを知りたいです。最初から真っ白猫ちゃんにしたかったとか、お顔を見てこの子だと決めたのか。はい、質問ありがとうございます。実は、ポムさんを迎える前、ペットショップとかブリーダーさんのところとか、いろいろ10件以上10件ぐらいだね。行ってもう猫ちゃんを探してて、こう運命を感じる子を探してたんですけど、実はポムさんを迎える前、この子にしようかなっていう子がいて、でその子もスコティッシュフォールドの女の子だったんですけど、
その子は結果的にはタイミングが合わなくて先に家族ができちゃったので迎え入れなくて、で、ちょっとしょんぼりしてたんですけど、その1週間後ぐらいに、別のブリーダーさんのところでポムさんを見つけて、もうポムさんを見た瞬間にこの子だって2人でこの子だよねみたいな、そうだね言ってポムさんに決めました。あとなんか白猫がいいとかスコティッシュの子じゃないといけないっていうのは、2人とも特になくて、さっきと同じになるんですけど、もう運命を感じた子にしようってもうずっと思ってて、で、最初の子はちょっと結果的に飼えないことになっちゃったんですけど、本当にポムさんと今出会えてて、それが本当に運命的だなと2人とも思ってます。はい、K フラワーさんからの質問です。ポムさんを迎え入れてから変わったこと生活や気持ちなど、大変なこと嬉しいことを教えてください。質問ありがとうございます。ポムさんを迎え入れてから、大きく変わったなって思うことは、部屋がやっぱり綺麗になったっていうことですね。妹は結構綺麗好きなんですけど、綺麗好きは綺麗好き違うで、自分は結構どっちかというとある程度散らかっててもいいやっていうぐらいなんですけど、やっぱりポムさん来てから、それじゃいけないなと思って、物を出しっぱなしにしないとか、ポムさんの毛とかが下に落ちてたら毛玉の原因になるので、もう掃除機で吸ったりとかするようになったので、もう多分動画とか見てくれてる方は分かると思うんですけど、結構綺麗になったなっていう感じかなです。気持ちの面で変わったことはとにかく癒されることです。何か落ち込んだりしても、なんかポムさんの中に顔をうずめてなでなでしてるとすぐに立ち直れたりとか、なんか仕事とかもポムさんのために頑張ろうみたいな感じで張り合いが出ましたね。終わり？大変なことは大変なことはこれもちょっと結構考えてみたんですけど、ポムさんすごいいい子なんで粗相もそんなにしないんですよ。なので別に大変なことっていうのはないんですけど、でもやっぱりただちょっと病気っていうところがちょっと心配で、ポムさんは白猫ちゃんなので、猫風邪とかそういう外耳炎とか、猫ニキビとかも関わりやすいんですよ。なのでそれで、過去なってるんですけど、それでちょっと病院に行ったりして予定が変更になっちゃっていろいろ大変だったなっていう記憶はあります。じゃあ次嬉しいことは？嬉しいことはもうさっきと同じになっちゃうんですけど、ポムさんがうちにいてくれるだけで、もう毎日ハッピーに過ごせてます。なんかかわいいです。須崎さんからの質問です。主さんが好きなポムちゃんの甘い仕草はどんな仕草ですか？可愛くメロメロポーズするのか、はたまたツンデレかましてくるのか気になります。質問ありがとうございます。ポムさんの甘い仕草ということなんですけども、朝とか別の部屋から出てきた時にポムさんと目が合うじゃないですか。そんな時にしてくれる仕草があって、こう可愛い感じでキューンって泣いてくれてお腹を見せてくれるんです。へそ天っていうんですかね。それがもうめちゃめちゃ可愛いんですけど、
私は勝手にその仕草をしてくれた時は撫でていいよというか、撫でろっていう合図だと勝手に解釈してます。今妹が言ったようなその可愛い仕草とかって実はなかなか撮れてなくて、もうポムさんが可愛い仕草してそのカメラ構えた瞬間にもうやめるとかっていうのが結構よくあって、もういつもこれ撮れればいいのになっていう思いをしてて、本当に皆さんにそういう姿を届けられないのが本当にいつも残念に思っています。あるあるですね。あるあるです。はい。山岸千里さんからの質問です。ポムさんは赤丸さんと芋丸さん、どちらかというとどっちに懐いてるとかありますか？なかなかの質問が来ましたねこれは多分自分だと思いますね。どう思いますか？客観的に見たらそうですね、赤丸さんだと思います。でも多分各々が自分の母とかもおばば様とかも自分が好かれてるってなんか思い込んでるんで、あと姉とかもそうですけど、多分各々が自分が一番懐いてるとか思ってるんじゃないですかね。でもやっぱりこう俯瞰してみるとというか客観的に見ると、おそらくポムさんは赤丸さんのことを親だと思ってて、で私のことは対等な、友達だと思ってて、多分おばば様は同居人で、姉とか姪っ子のことはまだちょっと気を許しきれてない、ちょっと敵に近い存在だと思ってるのかなと。姪っ子にはだいぶ、興味があるみたいですけどね。またちょっとゴールデンウィークが始まるんで怖いなっていう、多分いっぱい来ると思うんで家に、それが猫部屋の危機なんでちょっと危惧してるところではありますね。怖い以上。はい。メカさんからの質問です。お兄さんと妹さんの年齢と職業が気になります。あと顔出しははい、質問ありがとうございます。まず年齢なんですけど、ちょっと見バレが怖いので具体的には言えないんですが、兄も私も大学を卒業してそんなに経ってないくらいの年齢です。で、職業は2人とも在宅で仕事をしていて、別の内容なんですけど、私は一応外にというか実家以外でアパートというか借りて仕事部屋にしててという感じです。はい。だいぶざっくりしたね。あと顔出しなんですけど、今あんまり考えてなくて、ちょっと見バレとかやっぱり怖いので、でももしやるとしたらマスクしてやるかなっていう感じかな。です。はい。はい。コミさんからの質問です。猫を飼うのはポムさんが初めてでしたか？それともご実家などで以前から飼われていたのでしょうか？質問ありがとうございます。実は猫を飼うのは初めてで、実家では犬を飼ってました。で、他にも本当に動物2人とも大好きなので、自分は爬虫類のヒョウモントカゲモドキっていうちょっとイモリの仲間なんですけど、そういう子を飼ってましたね。どう？私はハムスターとモルモットを飼っていて、ずっと猫を飼いたいなっ
って思ってたので、今ポムさんと一緒に暮らせて毎日ハッピーです。山里凛さんからの質問です。グッズとか作る予定ありますか？服とかバッグとかティッシュポーチなどなどあったら使いたいです。質問ありがとうございます。ですね、実はグッズとかって結構お話はいただくんですよ。でも実際は全然あんまり考えてなくてですね、結構動画を作るのでいっぱいいっぱいでその動画も全然まだまだ編集技術が足りなかったりとかでもう満足はできてないんですよ。なのでどうやったら面白い動画をもっと作れるかっていうところに時間を割きたいので、今は本当に考えてないですね。どう？個人的にはなんかこうおしゃれな、さりげないポムさんグッズが欲しいなとは思うんですけど、なんか日常使いできるような、そういうのを個人的に自分で作ってみたりとかもしたいなとは思ったり、でもなんかその販売してっていうのは今は私もないかなと思ってます。はい、きなこさんの質問です。今後ワンコかニャンコかポムさんの子分がやってくる予定はありますか？はい、質問ありがとうございます。実は赤丸さんの夢がありまして、それが猫に囲まれて暮らすことなんです。なのでいつの日かこうビビッとくる子がいて、でタイミング的にもいいタイミングがあればポムさんの弟か妹かが来るかもしれないです。で私も動物大好きなのでモフモフが増えたらいいなと思ってます。でも具体的に、今ペットショップとかブリーダーさんのとことか保護猫活動されている方のとことかは全然足を運んでないので、本当にいつになることやらっていう感じですね。あとやっぱりポムさんとの暮らしがもう幸せすぎて、めちゃくちゃ甘えてくれる感じとかがもうすごい大好きで、本当にどうなることやらっていう感じかな。どう？猫ちゃんって多頭飼いとかすると猫ちゃん同士でこう仲良くなっちゃうとかいう話は聞くので、確かに今はこうポムさんとのこの甘えてもらえる生活を楽しみたいかなとは思いますです。はい、今回は本当にたくさんのご質問ありがとうございました。ありがとうございました。本当はもっといっぱい質問に答えたかったんですけど、やっぱりちょっと動画の尺的にちょっと難しかったので、もうだいぶギュギュッとなっちゃいました。申し訳ないです。でももしかしたら第2回とかやるかもしれないので、その時は本当によろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあそれでは最後にこの質問でお別れしましょうか。はい、どうぞ。お父さんからの質問です。ポムさんの一番可愛いと思う写真を見せてください。ちょっと一番は選べなかったので、ポムさんのもう可愛い画像セレクションでお別れしましょう。それじゃあ皆さんまたねー。バイバーイ。